皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は視聴者様からのコメント返しに近いかもしれません。私は視聴者様からのコメントから多くの気づきやひらめきをいただくことがあります。いつも本当にありがとうございます。間違いなくすべて拝読させていただいておりますので、これからもコメントよろしくお願いします。このチャンネルでは、ますます過熱する物価高に対しての警告や食料備蓄の勧めなど、自分や家族の身を守るために必要だと思われる情報を独断と偏見で配信させていただいておりますが、食料備蓄について結構多く寄せられるコメントが食料備蓄に回すお金がないという嘆きにも似た内容です。確かに程度の差はありますが、この手の問題を抱えた人は多いかと思います。節約といっても本人なりにすでにやってるでしょうし、これ以上は無理ということでしょうか。そこで生活困窮から抜け出すことができるヒントをシェアしようと動画を作成しました。そこでこの動画では、1、貧乏に陥ると抜け出せないスパイラルとは、2、生活習慣の見直しで乗り切るしかない、3、まとめという流れで話を進めていきたいと思います。かくいう私も結構な辛酸をなめてきていますので、実体験で語ってみたいと思います。大前提として、この世の中は一旦負のスパイラルに陥るとなかなか抜け出せなくなってしまいます。次から次へと請求書が舞い込んできます。そこへ来て現在の物価高はまだ序の口と言いますから、今後どうすればいいのかと途方に暮れてしまう気持ちはよくわかります。そうは言っても生き抜かなければなりませんから何とかするしかありません。この動画が今生活困窮真っ只中で生きている方の発想の切り替えにお役に立てることを祈っています。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、私のチャンネルを訪問してくださっている方は比較的40歳以上の方が多く、20歳代の若者は少ない傾向なのですが、冒頭で述べたようなコメントが時々書き込まれています。収入が少ないのならダブルワークでもトリプルワークでもやって収入を増やすことをするしかないとしかアドバイスしてこなかったのですが、私だったらこうするという視点で情報をシェアしていきたいと思います。あくまでも私の価値観での話ですので、それによってそのアイディアを取り入れるか入れないかはご自身で決めてもらえればと思います。まず収入が足りないと漠然と言っても、これはお金の使い方を間違うと月収100万円あっても足りないという現象が起きてきます。前の動画で高所得貧乏について触れましたが、これは真実です。なので現在生活困窮状態に陥っている人というのは収入が低い人だとは限りません。実際今まで生きてきてそんな人はいくらでも見てきました。所得が高くても低くても生活に困窮している人に共通して言えることは、1、見えっ張り、2、クレジットカードを数枚持っており使い回している、3、カードのリボ払いを常用しているという感じだと思います。これは私自身が経験したことだからわかります。今はどうかというと、決して経済的ゆとりを手に入れたわけではありませんが、改善を重ね毎日を生きられることに感謝しながら生きることができています。これらの項目については当たり前すぎてそれぞれ詳細説明はする必要はないと思いますが、クレジットカードのリボ払いの件については触れておきます。まず生活困窮から脱出するには現金主義になることです。クレジットカードのリボ払いにどっぷりと使ってしまった状態では現金主義に戻ることは難しいと思いますが、それでもこれをやらないとどんどん地獄にはまっていきます。なぜかというと利子が高すぎるからです。投資をしている人たちが利回りで年間 8% とか 10% とかといった案件で財産を増やしている中、リボ払いしている人たちは 14% 前後の利子を払っているのです。つまり年収をより低くしているのです。これだけ考えても経済的に苦しくなるのは当たり前です。もっとひどい状態になると、カード払いをするためにアイフルやアコムなどの利用も始めるというのがお決まりのパターンになります。お金を貸す方は返せるわけないと分かってて貸している一面もあります。担保まで取られているわけではないのでいいかもしれませんが、通常 14% 前後の利子がついた借金はなかなか返せるものではありません。減ったと思ってもまた借りますからエンドレスです。なのでここは踏ん張ってダブルワークをしてでも経済状態を改善するしかないのです。どのように見直せばいいかというと、普段何に金を使っているかを知ることです。ギャンブルやパチンコ、ブランド物ばかりにお金を使って経済的に苦しいという人は言語道断であり、どうしようもないです。
きっとやめられないでしょうからお手上げかもしれません。考えてみてほしいのですが、一生懸命働いていても経済的に苦しいという人は普段コンビニで買い物をしていることが多いのではないでしょうか。自分の生活習慣というのは自分ではすっかり当たり前になっており、その異常さに気がつかないものです。ところが他人から見ればお金がなくなって当たり前に見えるというのはよくある話です。私が強く言いたいのは、コンビニで買い物していては間違いなく経済的に苦しくなるということです。コンビニ関係の方が聞いていたらごめんなさい。コンビニが悪いわけではありませんので誤解なきようお願いします。ではそれを証明してみます。まずコンビニ利用についての大変興味深い調査結果があるので紹介します。日本マーケティングリサーチ機構の調査によると、利用頻度の内訳は月に1回程度 14.36%、 週に1回程度 21.16%、 週に2回から3回程度 34.29%、 ほぼ毎日 23.63%、 ほとんど利用しない 6.56% という結果です。ほぼ毎日利用している人が 23.63% もいることに驚いてしまいます。そしてコンビニに行く目的については、食料系の購入 45.25% が最も多く、飲食系の購入 21.7%、 日用品の購入 12.59% と続いています。やはり私たちもよく目にする光景は弁当の購入シーンでしょう。次にコンビニを利用する際に1回で使う金額についての結果は、500円から1000円 42.63% が最も多く、500円以下 25.71%、1000円から3000円 16.68% という結果になっています。最後にコンビニをどのように選んでいるかという質問に対しては、1位が家が近いから 56.6% で、2位が欲しいものが揃っている 16.6%、3位が速さが魅力 15.21% ということで、仕事帰りに自宅近くで食事を購入するというのが習慣になっており、まさに便利だからというわけでしょう。ではよく購入されていると思われる品を挙げてみます。弁当600円、お茶160円、コーヒー130円、お菓子150円、計1040円という感じでしょうか。これをコンビニヘビーユーザーの場合、1日2回買い物をするかもしれません。そうなると1ヶ月にコンビニでいくら使うことになるのでしょうか。1日1000円でも月で考えれば3万円になりますし、昼食、晩ご飯の利用で考えると月に6万円になっているかもしれません。それを自炊したらどうなるでしょうか。めんどくさいというツッコミが来そうですが、経済的に追い込まれていく方がどれだけめんどくさいことになるか分かっていないかもしれません。そのくらい覚悟決めてやらないと、今年11月からは電気、ガス料金が異常なほど値上がりますし、それに伴ってその他の物価も上がりますから、一気にあらゆるものの滞納生活が始まってしまいます。家賃の滞納にまで事態が悪化したら、家を追い出されるということも現実的に起きてきます。ちなみに滞納が始まると水道、電気、ガスは何も言われず止められます。家賃やカードの滞納、未払いが始まると督促の電話のしつこさは半端ではありません。こうなると精神的にかなり参ってしまうことになりますので、冷静なうちに真剣に考えた方が良いと思います。例えば自炊でしたら、主食の米で言えばコシヒカリ10キロで3500円くらい出せば購入できます。小米ならもっと安く買うことができます。男性なら米1食分は約 250g ですから、1日2回で 500g、30日で15キロ必要になります。ということは1ヶ月5000円くらいで済むでしょう。朝はトーストにするとして1食50円ほどでしょうか。コーヒーはドリップタイプで考えても1杯40円くらいです。おかずはスーパーで食材を購入して簡単なものを作れば良いと思います。こういう努力をすれば月2万円から3万円くらいは残ると思います。その効果が出た分を食料備蓄に回すもよし、借金を返していくもよしです。とにかく現金で購入することを心がけることがポイントです。最初はきついと思います。例えば食材を購入する現金がないとなるとどうしてもカード払いになってしまいますよね。そういう時は収入を増やすことを考えないとどんどん地獄に落ちていきます。生活を立て直すにはリボ払いや借金を減らしながら、新たにそれらを増やさないことにつきます。それで足りなければ副業をする。自炊を心がけ、無駄な出費は抑えることに集中するということが大切です。そして買い物はコンビニではなくスーパーにすることです。そうすればみるみるうちに経済状況は良くなってきます。
結果が目に見えてくると楽しくなるはずです。今の世の中は残念なことに、お金持ちはお金がお金を生む仕組みを作り上げているのに対して、経済的弱者というのは何をやるにしても高い金利で暮らさないといけない状況になっているということは紛れもない事実です。金ごときに振り回される人生から脱却するためにも現金主義、自炊が必要です。今の時代、クレジットカードなしではネットでサービスを受けられませんから、デビットカードを使うようにすれば良いと思います。現金払いと同じなので。他にも日中スタバのコーヒーを飲むこともやめた方がいいです。そういう時は保温が効く水筒に自宅で入れたコーヒーを持って出れば良いと思います。そんなこと楽しくないというかもしれませんが、変にストレスがたまらないように調整しながらやれば良いと思います。ちなみにスタバは利用しないとしても普段何気に購入しているペットボトルについて面白い記事があったので紹介します。ペットボトル飲料を購入せずに自分で飲み物を準備した場合はどのくらいの金額になるのでしょうか。ステンレスボトルとお茶パックを購入して月20日間、自分で飲み物を準備すると仮定した金額のシミュレーションはこのようになります。ステンレスボトル購入費が3600円。パッキンを年1回交換するとして330円。お茶パックは54袋入り、1袋で1リットルのお茶が作れるものが330円。そうすると1リットルあたり約6円。なので1リットルは2日分ということになります。そんな前提のもとどうなるかというと、初月では3円 ×20 日は60円。そこにボトル代3600円が初期投資することになるので、合計3660円となります。それを1年間通すと、60円 ×12 ヶ月は720円。そこにボトル代3600円。そして年に一度交換のパッキン代330円を足した合計は4650円。では3年間では、720円 ×3 年は2160円にボトル代3600円。そしてパッキン代330円が3年分ということで6750円。最後に5年間では、720円 ×5 年は3600円にボトル代3600円。そしてパッキン代330円が5年分ということで合計8850円になります。自分で飲み物を準備する場合は、お茶を作る、ボトルに入れる、ボトルを洗うなどの手間はかかりますが、5年間で8850円というのはすごいですよね。一方で缶コーヒーを1日3回飲んでいるケースと比較すると、150円 ×3 回は1日450円。これが1ヶ月では1万3500円。1年ではなんと16万2000円にもなります。そして5年では81万円にもなります。その差は実に約100倍です。これをやるかどうかです。これからまだまだ世の中の経済状況は厳しくなることは間違いありません。節約とキリキリするのも精神衛生上よくありませんので、途中で効果が出てきたら自分にご褒美を与えるという意味で美味しいものを食べに行くのも良いかもしれません。繰り返しになりますが、滞納などの督促電話の方がよっぽど精神的に応えます。こうして足元から経済状況を見直して改善していけば、その効果によって楽しくもなります。そして収入を増やすことに全身全霊を傾ければ違った景色が見えたり、他に知恵が湧いたりするものです。これから本当に大変な時代になりますので、食料備蓄は絶対しなければならないし、お金に追われることがないように知恵を出すことが必要です。ぜひチャレンジしてみてください。共に厳しい時代を生き抜いていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。いかがだったでしょうか。少し長い動画になってしまいましたが、これでも言い足りないことはまだまだあります。今の社会で生き延びていくためには、様々な仕組みを知っておかないとまんまとその罠にはまっていってしまいます。やはり自分や家族の身を守るためには世の中のきれい事ではなく、リアルを知る必要があると思います。これからも私たちが厳しい時代を生き延びるための情報を発信していこうと思っていますので、引き続きの応援をよろしくお願いいたします。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。